縫製バー。はい、縫製バーやっております太郎です。最近布マスクを縫われる方が増えた影響で縫製に興味を持たれる方も増えて、チャンネル登録者数も500人を超えました。ありがとうございます。そのマスクについてなんですけど、マスクを縫う時にダブルガーゼを使う場合があると思います。このダブルガーゼ、縫いにくいっていう意見をあちこちでいただきました。ツイッター上でもダブルガーゼ縫いにくいとか、グニグニして縫いにくいとか結構あったんで、困ってらっしゃる方はいらっしゃるんじゃないかと思います。何か少しでも縫いやすい方法を提案できないか考えてみました。で、縫製バーのメンバーのミシン屋さんやポンテさんにとある方法を教えてもらいましたので、今回紹介したいと思います。前半はその方法と、後半はダブルガーゼを縫う時のミシンや糸などのセッティングについて紹介したいと思います。まずこれがダブルガーゼの生地なんですけど、このように2枚重ねなんで縫ってる時にずれやすいんですね。特にこういうプリーツなんて入れたら余計にずれやすいですね。そこで今回紹介するのはこれなんですけど、ヤスリです。ホームセンターとかで売られているペーパーヤスリです。これを細く切って2本ぐらい用意しましょうか。こうやって押さえの下にかませて際を縫ってやります。こうすることで広い範囲でしっかり生地を押さえてくれて、なおかつヤスリの上を押さえが滑ってくれるので、ガーゼの形を維持したままずれにくくなって比較的きれいに縫えるようになるかと思います。これは工業用ミシンを使ってますけど、職業用ミシンでも家庭用ミシンでも応用できると思いますので、困ってらっしゃる方はぜひお試しください。で、ここから先は一応本業で縫ってる身として、どういう設定でダブルガーゼを縫うのが適しているかミシン屋さんに伺ったので紹介したいと思います。工業用ミシンを使った説明で少々マニアックになるので、そこまで知る必要ないよっていう方は違う動画に飛んでいただいて結構です。ただせっかくミシン買ったし自宅にいること増えたから、これから洋裁についてちょっと詳しくなってみようかなみたいな方はぜひ参考にしていただければ幸いです。まず糸なんですけど、50から80番手くらいの太さにします。あんまり太いと針が刺さった時に生地が横に伸びて、それが原因で生地の縮みにもつながります。で、今回は60番手を使いました。糸のテンションは緩めに設定します。針は11から14番くらいがいいでしょう。太い針だと生地に穴が開くので、ウイルスがそこから侵入するかもと気にされる方にとっても細めの針でいった方が良いと思います。針板もそれに合わせて14か16くらいの大きさにします。基本針の太さに対してプラス4が針板の穴の大きさになりますので、覚えておくと良いと思います。もし針が11番だったら、プラス4なので、15くらいの針穴なので、実際には14か16を選ぶといいと思います。これは22なんでちょっと大きすぎですね。針穴が大きいと生地が上下に動いて、それもまた縮みの原因になります。押さえの圧も緩くしておきます。押さえの厚みでそれだけでガーゼがぐにゃっと伸びてしまいます。生地に合わせてふわっとするくらいの力に調整してください。力加減は手で確認します。で、最後なんですけど、ダブルガーゼは伸縮性があって伸びやすいので、送り刃の手前を少し高くしてやると伸びにくく縫えます。そのやり方なんですけど、 A4 用紙を2枚か4枚重ねぐらいにして送り刃の下にかませてやります。そうするとその分送り刃の手前が浮きます。この状態で縫うことで生地が伸びにくくなるんですけど、最新型のミシンだとこの送り刃の高さ調整がピッと簡単に変更することができて、とても便利です。最後試し縫いをしてきれいに縫えるか確認してみてください。はい、以上となります。参考になれば幸いです。こちらの動画が少しでも面白い、役立ったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。